はーい、アンナだよ。本日はもう意味わかんないところで動画を撮ってますさすがにもう全然場所がなくなってきて、今回はですね、はいキッチンの端っこでやってます。こういうなんか狭いところが好きで、なんか落ち着くからちょっとここで撮ってみるね。光もなんかいい感じだし、今日は超久々に Q&A をやろうかなと思って、 YouTube5 万人記念で一回やろうとして、 Instagram で質問の募集もかけたのに全く持って忘れていて、はい今回はまた私の Instagram の方で質問を募集したら、たくさん質問を投げかけてくださったので、そちらにお答えしていこうかなっていう感じです。ゆっくりしながらお話聞いてみてね。もうラジオみたいな感じで聞いてください。まず簡単な自己紹介もなんかしっかりやってないよね。多分私のこと何者か分からず、なんかおもろいなと思って見てくださった方たくさんいると思うので、自己紹介をします。名前はハンナです。2025年の3月に20歳になりました。祝20歳。生まれは東京で、育ちも東京で、現在も東京に住んでおります。で、両親は2人とも日本人で、国籍も日本人。もう本当に海外に住んでるんですかとか、帰国子女ですかとか、韓国人ですか中国人ですかっていうコメント結構あったりするのね。私 YouTube 始めるまでそういうこと言われたことなくて、私そんなグローバルに見えてるのって思ったんだけど、実際は本当にここにしかいないっていうか、もうずっと東京にいる日本人です、はい。最近の活動はイラストを描いたり YouTube をしたりモデルをやったり、いろいろちょこちょこやってます。この動画で初めて言うことがあるんだけど、一番初めの投稿は18歳デザイン学生奮闘日記スタートっていうタイトルで、私18歳から始めてたんだ。デザイン学生をやっていたんですけれども、最近学校を辞めたの。学校を辞めた話をなんかいつしようかなと思ったら、今3月だしちょうどいいかなと思って、学生なんですかとか、てかあなたは結局何なんですかみたいな、半切れみたいなそれは嘘だけど、私が何者かちょっとみんなつかめてなかったと思うんだけど、実はもう学生じゃなくて、今はフリーランスでこのお仕事をメインにやってるっていう感じなんだよね。学校を辞めるって話は結構なんかシリアス、すごいもう重大発表みたいな、もう受験が命みたいな人もいれば、もう学校は行かなくても行ってもどっちでもいいよみたいな家庭もあるし、それは人それぞれだと思うので、私の家の場合は本当に自由に働いてる感じだから、学していい学歴で就職してっていう人生設計ではなくて、できれば自分でいろいろ仕事をしていきたい。で、それがちょっと難しかったら就職したり、そういうこともっていう感じ。入った時からもうそこで卒業して就職しようというふうには考えてなくて、学生の間この時間が結構大事だから、この何年かの間に自分でできることが見つかればいいなと思って、でもうこれがタイムリミットっていうか、もうここまでにやらないといけないみたいで、結構もう焦っていて、なんか飛行機の音うるさいからちょっと。18歳の時とかはもちろん学生だったし、課題がやばいわけ。ありえないぐらい課題があるの。なんかちょこちょこいろんなことをやってるんだけど、私の軸でいろいろやったりしてるっていう感じだから、職業何ですかって言われた時になんかどう答えればいいか分からないんだよね。何なんだろう、なんかいろいろやってますみたいな。いつも職業何ですかって言われた時になんかいろいろやってますって濁してるんだけど、そう本当にいろいろやってますって感じなんだよね。MBTI 何ですか。MBTI をねマジでしっかり測ったのが3年前とかで覚えてないんだよね。でも記憶だとE ではない I、内向的ななんとかみたいな感じ。 MBTI の動画も今度撮るかな、一緒にやろう。座右の銘は失敗は9割。大切にしてることもたくさんあるけど、最近はもうほぼ失敗してると思ってやろうっていうことで、いろいろ挑戦してって、失敗することが当たり前っていう前提で挑めば、当たり前じゃなくてなんか初心に帰れる感じがするから、もう失敗は9割っていう言葉を唱えながら生きてます。最近おばあちゃんになった時の計画ある？私の作戦としては演歌歌手作戦っていうのをとっていて、若い時にめっちゃ頑張って歌とか出して売れて、そのもう結構前の曲で
ずっと紅白とか出てたりするじゃん。そういう感じでもう今のうちにめちゃくちゃやって、あとは余韻で生きるみたいな、そんな感じだから老後にバリバリ働きたいとかはなくて、今一番頑張る時だからちょっと頑張ろうっていう感じで今やってる。10代で得た知見は挑戦するかな。すごいなんかね、よくありそうな言葉だけど本当にそうで、動画投稿始めたり SNS 始めたりしたのも10代で、今20歳じゃん。で18歳から、18歳じゃないな、19歳の初めぐらいだったんだけど、19歳から20歳のこの1年間は私の人生にとっても超大切な時期だったから、10代のうちに何事もいろいろ試してみるのいいかなって。何歳でも挑戦するべきだとは思う。それは本当に思うんだけど、10代って時間もあるし、お金もなくてもいけるし、若いし、もう希望しかないみたいな感じだから、自分らしさって何？自分らしさはなんかさ、自分らしくいようとか、自分らしく生きようみたいな、自分らしさを大事にしようっていうキャッチコピーとか、そういう言葉すっごいこの世に溢れてると思わない？だけど私はなんかそれさ、自分らしさというものに忠実に生きましょうって言われてる気がして、なんか違うなって思うんだよね。自分らしくない物事は認められないのみたいな。で、自分らしさって何ってなるじゃん。なんかもうほんと自分らしさって言葉がいろんなところで多用されすぎて、なんか逆に縛られちゃって嫌だなって思うのね。もう頭ごなしに全て否定して、私の自分らしさはこれです、もうこんな狭いもうこの世界で生きようじゃなくて、もっといろいろ認めることが自分を認めることにもつながるかなって思う。だからね、固定概念を捨てて、もう何でも自由、ほんと自由。あなたはマジで自由だよ。成人式の服の色なんだった？成人式行ってないんだよね成人式もさ、もう絶対行きたいみたいな人もいると思うな。でも私の場合は行く予定ではあったんだけど、でも振袖じゃなくて普通になんか制服清掃で行こうと思ってたの。だけどその時に急にお仕事が入ってしまって、結局海外にいたから行けなかったのね。私は東京出身だからっていうのもあると思うけど、別に仲いいことは普通に会うし、今 SNS もあるから全然いいって思ってて、成人式は行ってないです、はい。でも行くならエメラルドグリーンとか紫とか、なんかパステル系の色が可愛いなって思う。日本のパステルの色すっごい可愛いの。桜の色も可愛いしね。ああいう和の色が好きで、なんかレースとかつけることもあると思うんだけど、私は本当にシンプルのガチの清掃が好み。留学されてたんですかとか、英語を話せるんですかとか、何カ国語話せるんですかということがいっぱい書いてあって、実は私留学した経験はないの。だけど留学は今年中には絶対したいと思ってて、計画中です、はい留学は絶対したいんだけど、していたことはなくて、海外に住んだこともなくて、英語は3年前4年前5年前いつだ、高2か高3の時になんか留学に行きたくて、そのために英検を取ろうってなって、英検の準1級の第一次試験まで合格した。だけどコロナになっちゃって留学プロジェクトもなんか中止になって、でも英検の勉強を一切やめたんだけど、ドラマ映画を見たりとかコンテンツに触れることはあるけど、もう座学とかは全くしてないから、多分全然やばいと思う。昔からゴシップスって雑誌を超読んでて、もう大好きなの、あの雑誌。その雑誌を愛読していたんです。でビクトリアズ・シークレットとかテイラーとかアリアナ・グランデとかワンダイレクションとか、そこら辺の洋楽全盛期みたいな時の洋楽が大好きで、もう TOEIC 何点ですとかではない、本当に、だからもうそういう感じじゃない、勉強系じゃない、なんか若干喋れるかもぐらいの感じです。モデルの仕事どうやって始めたの？きっかけなど教えてください。今からモデルになりますという感じじゃなくて、結構グラデーションで始めたのね。 SNS で私を見つけてくださってモデルのお仕事をしたりしている状況なのね。きっかけで言うとインスタグラムと YouTube かなって感じかな、自分からなんかオーディションに行ってモデル事務所を受けたとかそういう経緯はないんだよね、実は。自分のプラットフォームを基準にしてモデルもやったりするっていう仕事スタイルが一番心地よくて、今は事務所とかに
にも入ってないから今後はまだ分かんないんだけどね。今のところはフリーランスでやっていってる。今している仕事の魅力や挑戦は、今している仕事は一番はもう自由。これは本当にそう自分のやりたいと思った時にやれるっていうのが一番大きいかなって思う。会社で勤めるのがすごく向いてる人もいるだろうし、それは違うと思うけど、私はね決まった時間に決まった行動をするっていうのが本当に苦手でで学校は結構遅刻しないで行ってたんだけど、最近の熱いブランド教えて。ここに貼っときます。最近のお気に入りの小物を教えて。小物なんだろう。あ、でも iPhone 変えたiPhone16 にしました。前まで私 iPhone の SE2 っていうやつを使ってて、というのももともとiPhone11 を使ってたの。画面がバキバキに割れて、でその2日後ぐらいに海に行って、海の灼熱の中そのバキバキの iPhone をねほったらかしにしてて、その後海の中にさこのなんか潜りながらスマホ触れるみたいなやつあるじゃん。あれを使ったの。そしたらなぜか知らないけど水が入ってきて、でバキバキの iPhone の中に水がたくさん、海水だらけのスマホが出来上がって、でそのスマホをねロッカーに放置してたの。本当にここまでの流れ全てありえないんだけど、そしたら私の iPhone11 がお亡くなりになりました。スマホを売ってるところに緊急で駆け込んで iPhone SE2 が一番安かったからそれを買ったの。でそれをもうなんか3年ぐらい使ってて、ついに画面がガタガタしだして iPhone16 に変えました。これめっちゃいい。ここがなんかカクってなってるし、カメラはね別に使わないんだよね私。カメラは画質最近は荒いのが好きだから、なんかねアップルのお兄さんにここを押したらアクションボタンでカメラがすぐ開けて最高ですとか画質がすごくいいですっていうことを熱弁されたんだけど、画質は正直どっちでもいいんだよねとか思ったりしてでもこれは最近すごい好き。なんか私美術館とか博物館とか謎のそういう施設のトップのグッズを買うのがすっごい好きなの。私はもう近くに博物館とか美術館とかそういうところがあったら絶対にそこに行ってそこのショップだけを見て帰るとかもよくある見て、可愛すぎないこれ。これは音符の消しゴムこれをね友達に見せたらそれもうあなたしか買わないよみたいなこと言われてみたいになったんだけど、この音符の消しゴムが本当に可愛すぎて最近音符モチーフのものにハマってるからこれを見た瞬間に買いました。メモ帳なんか意味わかんないじゃん意味わかんないとか言っちゃってごめんなさい。でも大好きです。これは付箋。私付箋大好きだからこうやってねこうなってんの。超可愛くない？見て、これがなんか本みたいになってるのも可愛いし、付箋は絶対使うし中身も可愛いし、このなんか音符、この楽譜とバラの感じが意味が分からなくてすごい好きで買っちゃった。モンチッチのポーチめっちゃ可愛くない？見て、このなんかモンチッチってすごい可愛いんだけど、このなんかこのボッサボサの髪の感じとかすごい可愛すぎて大好き。こういう感じで、ここがピンクのチェックのポーチで、正直言って本当に何も入らない。消しゴム1個で終わっちゃう。ほらだからこれをね使う機会はまあそんなにないんだけど、なんか可愛いからもう香水とかを入れたりしてるかな。これはもうバッグに入ってたら癒されるから最近これ大好き。好きな映画は、最近はパストライブスっていう映画を見てもそれが大好き。なんか A24 の映画が結構好きなんだよね。 UNEXT が多分 A24 って携帯してるのか知らないけどめちゃくちゃあるのね。だからそれを見漁ったりしてる。ウォン・カーウェイ監督の映画が本当に大好き。マジで大好き。東京でウォン・カーウェイ監督の映画が上映されてたら大体行ってるので、この前も目黒シネマでウォン・カーウェイ監督の1週間特集なんかあったんだよね。恋する惑星をもう5回ぐらい見てんだけど、正直言って100% あの映画を理解したことはないです。はい、雰囲気がすごく好きだから恋する惑星も好きだし天使の涙も好き。なんか光がなくなった
ハマってる曲は何ですか？最近はなんかツイッターでジェニちゃんの曲がめっちゃ流れてくるからジェニちゃんのジェニみたいな like ジェニみたいなやつにハマってる。次行きたい国はどこですか？もうすぐ上海でお仕事があるからそこに行くのね。練習中から失礼します。ハンナです。現在上海に一人でいます。すっごいなんか広い系。この900円するありえない高さのチャイを飲んでます。なんか味はなんか薄めみたいな感じだけど、まあ、場所代ってことなんで。で、今、ちょっと前に上海に来て、モデルの撮影のお仕事をして、それもめっちゃ良かったから、今度みんなに Vlog 見せるね。それが終わってから、ちょっと友達と遊んだり、一人で遊んだりしてたら、まあなんか1週間ぐらい経ってて、まあ自分で予約したんだけど、そう。でもはや住んでるみたいな感じで、カフェで編集しに来たりなんかしてます。上海から香港に行く予定です。香港もマジで素敵な街で最高だから、こっから近いから、この前行けなくて、もう後悔してたから、今回行こう。ついでに行ってみる。で、ちょっと観光する。で、その後、台湾も近いからちょっと台湾行こうかなと思って、まだ予約してないけど、私の旅って全部、前日に予約するの。香港の飛行機とかもまだ予約してないし、結構やばいんだけど、予約してから、台湾行って、で、台湾行った後、もしかしたらなんか留学ワンチャンするかもしれなくて、一瞬。で、それでもう一回違うところ行くかもしれないっていう感じ。だから結構ふらついてます。全部一人でやってる。だけど結構海外で一人楽しいの。なんかね、新しい街あるのすごく楽しくて、めちゃくちゃ散歩してる。すごい天気いいからね。で、そんな感じですので、皆様、ちょっと最近全然動画を上げられてなかったんだけど、もう Vlog を死ぬほど撮ってるから、これから、ありえない量の Vlog が、この YouTube に投下されると思うので、皆様、サポートをお願いいたします。愛とサポート、愛と関心、お願いします。直訳した文みたいなやつ。そういう感じ。じゃあ、バイバイ。恋バナしてほしい。恋バナ？結構前に YouTube で、なんか、デートした話みたいなやつあげたじゃん。あれがなんか謎にずっと再生回数が上がり続けてて本当にやめてほしいなって思ってるんだけど、好きなタイプも教えてほしいとかもあったよね。髪型の話でなんか坊主が好きみたいな話をしてて、でもね、坊主の人マジでいないんだよね。野球少年じゃなくてなんかおしゃれ坊主の人が本当に存在しなくて、だから坊主ね、ちょっと難しいんだよね。最近はもう全然落ち着いてます。はい、若くて感受性が豊かすぎてもうずっと泣いてるみたいな時とかもあって、もう逆に泣いてたいみたいな時ない？なんか私そういうモードに入って一時期めっちゃ泣いたりとかしてて、そうよくわかんないんだけど、今は全然何もないです。すごく平和ですそんな感じかな。意外といっぱい答えちゃった。私の本性がバレちゃう。新しい質問も結構答えた気がする。カメラの充電もちょっとやばいし、一旦今日はこちらで終わりにします。他にもいろいろ動画あるからよかったら見てね。インスタグラムとか毎日上げたりしてるし、 YouTube 以外の SNS もぜひぜひ見てみてね。あとポッドキャストもやってて、みんな無料でお耳で聞けるからよかったらそちらもチェックしてみてください。 OK、 じゃあありがとう。じゃあ次の動画でね。バイバイ。肉がね、これが美味しそう。